皆様おはようございます。アートデザインプログラムディレクターの長谷川と申します。で、本日は本当に世界を股にかけて活動される隈研吾さんで、隈さんはやはり木とか竹、皆さん竹の建築非常に有名なものがございますが、木を使って、ある意味でその非常にエコロジーに対しても配慮された建築なんですけれども、隈さんのエコロジーはただ単にその自然素材だとか自然環境に呼応するものだけではなく、やはりそのクライアントの方のある状況、経済的社会的性的な状況を非常に細かく配慮されて、そこで実際に建築行為ということを一つの社会行為で、そして環境行為として展開されております。それに多くのクライアントの方、私聞くんですけれども、中国の方とかアジアの方とか、隈さんの素晴らしさというのは建築のデザインだけではなくって、そういうことに対して本当にきちんと応答されて総合的に作ってくださる、そのお力にあるというふうに聞いております。で隈さんの最近作も含めて、隈さんのそういうそのさまざまな場所におけるご自分の建築、創造、そしてこれからの建築についての考え方についてもお伺いできたらと思います。で近藤理事長、なかなか理事長に対してお答えするのは難しいんですけれども、もうトップクラスの、本当に経済の専門家、そして AI デジタルに関するご専門家でいらっしゃいます。で同時にやはり、この会館というものの意味、この建築、この庭ということがどういう形で大きくこの世界のビジョンを変えていく、そして、本当にそのアジア太平洋の地の拠点として機能していくのか、平和に対してもある意味で経済に対しても社会変革に対しても機能していくのかについて、本当にそういう歴史的な視点と、そしてデジタルテクノロジーの視点から語っていただくことになると思います。今日は2人の大物を抱えて、私はすごく緊張して、めちゃくちゃ緊張しているので、ちょっとなるべく静かにモデレートさせていただきたいと思います。では隈さんの方からプレゼンテーションをお願いいたします。はい、長谷川さんありがとうございます。ですね、今日国際文化会館でやるということで、あの、後で近藤理事長から話があると思うんですけど、国際文化会館というのはある意味で、日米と関係において非常に重要なポジションを持っている場所だというふうに私はもともと感じていて、でやはりその関係しておくことで言えば、第二次大戦などどういうふうに日米が和解するかっていう話なんですね。でリコンシリエーションをどうするかっていう話の時に、えーとあの後で松本さんとのロックフェラーの話が出てくると思うんですが、そのあたりがですね、私僕もその自分の建築を考える上で非常に大事なポイントになってまして、今日そんな話を含めてお話できたらと思うんですが、その構図の中で僕がいつもそのレファランスのポイントにしているのはやっぱり丹下健三という建築家なんですね。で丹下健三という建築家は1964年の第1回東京オリンピックのシンボルとなったこの、国立の体育館、代々木体育館、これを設計をした人で、実は、丹下健三はこれ64年ですけども、その前の、50年代にその日米の、和解、それをですね、やはり建築空間を通じて日米の和解をするっていう、大きなムーブメントがあるんですね。でそれの象徴の一つがこの国際文化会館であるわけですけれども、もう一つの象徴は、モマで、やった、日本展で、それが1954年、でそれに関して、それもやっぱり主役はロックフェラーなんですね。でロックフェラーが、その和解、日米何がその一番文化的なある種和解の鍵になるかというと、やっぱ建築だっていうふうにロックフェラーは、みんなしていて、もっと言うと建築と庭ですよね。ここでもお庭が今まさに背景にあるこの庭がキーワードになるんですけど、そういうふうにロックフェラーは考えていて、で、それで日本にですね、その展覧会のために、彼は準備に来るわけですけど、その時、桂離宮を訪れたりとかですね、でその時に丹下健三がですね、やっぱり重要な役割を果たして、で丹下健三は、その後、桂
っていう、写真集、有名な写真集が、出ますけれども、それの序文を、丹下健三が書いてっていう、まさにその、建築による和解の日本の建築との象徴が丹下さんであり、でそれから、同時にこれを設計した吉村、さん、というのが、その2人がですね、象徴でありながら両方ともライバル関係でどっちが主役になるかってことを争っているところがあるんですけど、その2人と緊張関係っていうのはとても面白いなと思うんですね。で吉村さんは、1954年のモマの展覧会の方での、小風荘、松の風の小風荘っていうのの設計をして、アメリカの方では吉村さん顔になって日本の方では丹下さん顔になるみたいなところがあるんですけれども、でその丹下さんの建物っていうのがですね、オリンピックの時にこう作ったのがある意味でその時代の象徴と言ってもいいんですけど、これいろんな意味で和解なんですね。やっぱコンクリート建築っていう意味ではその当時の最先端の技術で、しかもこれ吊り構造、この2本の垂直の柱から屋根を吊るっていうその吊り構造っていうのは土木の技術、そのアメリカの土木の技術で、そのコンクリートと吊り構造の組み合わせ、それはもうまさに、欧米の最先端の技術というのをここで取り入れる。でそれと同時に彼は日本的形態っていうのをすごく意識していて、この建物はこれ見て皆さん感じられるように大屋根のカーブがその、日本の、古代の屋根を思わせる、よく東照大寺の屋根に似てるなんていうふうに言われたんですが、そういうふうなことを、丹下さんも意識していたし、それから、この2本のポストの下にこう角みたいのがちょっと出てるのが見えると思うんですけど、その角みたいのは、伊勢神宮の屋根に乗っかってる、千木とか鰹木っていう角みたいのがありますけど、それを意識していた。でそういう意味で、丹下さんは、まさに、欧米と日本の調停っていうのをこの中で実現しようとしたわけですね。でその実現する時のキーワードはやはり技術、さっきのコンクリートや鉄っていう技術と、それから形態ということが一つキーワードになっているわけで、その技術がその1964年における技術と今の2024年における技術、60年後の技術がどう違うかってあたり、また今度運動理事長からいろいろお話があったら面白いなと思うんですけど、その2つをキーにしてここで調停を見事に成し遂げて世界中で話題になった。で今これを世界遺産にする会っていうので、私は牧先生が理事長だった会長だったのを牧先生亡くなったんで、私を引き継いでこれを世界遺産にっていうのをやってるんですけど、その世界遺産にする会のいつもここでやってたんですね。ここで文化館で牧先生も会議はここでやろうって言って、それでここで来るとその時の牧さんの元気の会議の時のつい思い出しちゃって、すごくじんときちゃうんですけど、それで牧さんがこの建物に関する自分の思いをずっと語られていて、でこの飛び込み台に立ったアメリカの水泳選手が「私は天国に来たと思った」っていう、この水泳台の上で言ったっていうコメントがあるんですけど、そういうふうに本当に空間的な迫力でもう日米を和解させるっていう力がここであったわけですね。で同時にですね、丹下さん環境っていうのもかなり意識していて、建物をこれずっとこの緑である意味でこう一体の庭としてもデザインしていて、単独の建物としてデザインしてるんじゃなくてランドスケープとしてのデザインという意識もすごくはっきりしているもう先駆的な例だと思いますね。64年ですから。それで僕はオリンピックのスタジアムもやった時に考えたことはですね、やっぱり丹下さんがその時代を象徴したと同じように、その2020年っていう時代を象徴するものにしたいな。でただその時の象徴の仕方がですね、丹下さんはコンクリートの垂直性、それは例えば、アメリカの超高層ビルであり、アメリカの土木的な達成であり、そういう、垂直的な、ものっていうのを、象徴の道具として使ったのでして、僕は今の時代は水平性だって、それは地面になるべく低く地面に馴染むような形で建物をこう押さえつけてくる、そういう水平的なもの
でそれから、緑に関して言うと、ここで今バルコニーの先端にあるのは東京の野の草、これ119種類ぐらいの野の草をそこで、混ぜて、本当に野の草を植えてるわけですけれども、そういう形で、ランドスケープとしての、庭、要するに庭しかきれいに作ったランドスケープとしての庭、この後ろにあるのもそういうきれいな庭ですけど、そうではなくてもっと野の草っていうものを使ったような、ランドスケープ、緑の使い方ができないかっていうことを考えて、で水平性、それから緑のこと、それから、最も周りに重要なのは木を使うってことですね。だから丹下さんがコンクリート鉄を使ってまさに欧米の20世紀の象徴であったコンクリート鉄を使うのに対して木を使うということができないか。で、木っていうのはですね、もちろん日本のそのずっと伝統を支えてきたものであると同時に、これは、別に日本だけのものではなくて、アメリカでもやっぱり19世紀からやっぱ住宅はずっと木を使って、作るものであったし、ヨーロッパで見てもですね、木っていうのは、例えばゴシックの聖堂でも屋根は全部木で作ってあったし、基本的には木っていうのは非常に重要なものであった。でそういうものを主役にして木のスタジアム、コンクリートのスタジアム対木のスタジアムという対比ができないか。で木に関して言うと、これは、47都道府県全部の木を使うってことをやったわけですね。でこれは本当は最初はですね秋田杉にしようかとか吉野杉にしようかと考えたんですけど、日本を代表すると。でもですね、なんか一つで代表するっていうのは今の時代っぽくないなと思って、全部の47都道府県の杉を使おう。でそうするとですね、全部47のところに検査に行かなきゃいけないので、もう大変なんですって。1箇所で済むところを47個行かなきゃいけない。ただそういうふうにして47個のところを回って、でそれを全部情報的にも、これ今南門なので、南門のあたりは沖縄の木なんですね。でその隣が鹿児島で、その隣が熊本でって、これ全部場所場所で分かるようにマッピングされているので、だからそれ現地に行った時にそれがこうパッとそのアプリかざすとどこの場所だって分かるようにしようとかいろいろ話したんですけど、最終的にそのアプリは実現しなかったんですけど、そういうふうにしてですね、その技術っていうもののテクノロジーっていうものの意味も少しずつ変わってきているわけです。でそういう多様性を可能にするみたいなテクノロジーみたいな話が出てきて、で、出来上がった時にですね、ある選手がですね、自分の県の木はここだっていうんで、その木に応援してもらってるような気がしたっていうのを言ってもらったので、これちゃんとメッセージ伝わったなというふうに感じたわけであります。でもう一つですね、このテクノロジーで大事なのは風のテクノロジーで、これは建物をどういうふうに支えるかっていうのは、丹下さんの時から構造のテクノロジーっていうのはテクノロジーの中心だったわけで、それは20世紀のテクノロジーの中心も構造のテクノロジーなんですが、僕らの一番大事にしたのは、風のテクノロジー、要するにこの建物にどういうふうに自然の風が取り込めるかっていうことを考えたわけですね。で、風のシミュレーションで、今コンピューターで完全の風の動きがシミュレーションできるので、この外縁のという場所での年間風速、それから、風向風速の全部データがあるわけで、その年間を通じてどういうふうに気持ちいい風が取り入れられるように、この、木の格子ですね、木のルーバー、それのピッチを決めるかっていうことで、このピッチがいろいろ変わってますね。これは全部その風をどう取り入れるかっていうシミュレーションでそのピッチが決まっている。なのでエアコンに頼らないで、エアコンというのはまさに20世紀のアメリカの発明で、一つの空間を完全に閉じてそこの中で、石油ガンガン焚いて空調するわけですけど、そうではなくて自然の風で取り入れるっていうことができないかということで、この、風のピッチを決めていって、で実際にオリンピックの時もですね、
夏、非常に快適な環境が得られたというふうに言われています。工事現場の時から現場で倒れた人がいなかったっていうのを所長は自慢にしていて、今現場倒れるのが普通なんで、みんな夏はバタバタ倒れるんですが、ここでは倒れなかったって自慢になるぐらいに風が抜けるように設計をされているわけですね。そういう、テクノロジーっていうのが実はこの日本の伝統建築のこの作り方、要するに水平的なレイヤーを重ねていって、それで、太陽光をブロックして風を抜けるようにして、でしかもですね、材料的にいくとこの細かい木のたるきは、自由に取り替え可能になってる。どんどん傷んだらリプレイスする。で傷んだところからリプレイスするようなことがしやすいディテールになっていて、で、だからこれは7世紀の建築が1400年間もずっとリプレイスしながら、持続しているっていう、そういうサステナブルな建築になっているっていうふうな、ことが可能になっているわけです。でそういう知恵がアジアの中にはもともと備わっていたんじゃないか。だからそういうでその知恵は実はそのリプレイスが後ろの森と背景の森とつながっていて、その森の木をどういうふうにしてリプレイスしてでまた植え替えて、でそういう循環の中につながっているっていうのが、アジアのシステムで特にその日本の里山っていうのはそのリプレイスのシステムとして循環のシステムとして、非常に完成度の高いシステムだったっていうふうに言われているわけですね。で、逆に日本に比べると中国なんかはやっぱりバーッと山を切ってしまって、で木の再生も率も低かったので、今でもハゲ山的なところが多いわけですけども、日本はそういう意味で森林率が70%って、ヨーロッパって森林率ってみんな驚くほど低いんですね。でこの前もチェコでこういう講演したチェコちなみにいくつって言ったら 35%。 チェコなんか森いっぱいあるのになって、35しかないんだって。ヨーロッパで一番のどこって言ったらスウェーデンで、やっと70のスウェーデンが最高だ。でこの日本みたいに都市だらけの日本と森だらけに見えるスウェーデンが70で同じだっていうぐらいに日本の森林率が高いのは、やっぱり循環再生のシステムがちゃんとしっかりしていて、その循環再生のシステムの一部に建築物が取り込まれたっていうところが、やっぱりこれからのエンジニアリングっていうようなものを考える上で非常に参考になるかなっていうふうな気がしたわけです。今日はですね、この国立で、あとこのひさしの下のオープンスペースっていうのもここに作ってあって、要するにスタジアムっていうのは普通は閉じちゃってコンクリートの箱になっちゃうんだけど、それをこういう市民にいつも開放している場所を作って、この場所はですね、夜もこんな風に開放してあって、ここはリモートワークしてもいいし、ここで、夜ですとお弁当食べてきてもいいし、でこの下のこのスペースですね、そういうふうなオープンなスペースをスポーツ施設の中にも取り込もうというようなことをやっていったわけで、そういう意味その丹下さんが目指した和解っていうこととはちょっと違う意味での和解っていうことをここではテーマになっているっていう意味で、対照的に64年の建物と2020年の建物っていうのを比較すると、その時代のいろんな意味合いも見えてくるかなという気もしますし、それからこの国際文化会館でロックフェラーと、それから松本理事長をはじめとして皆さんが考えていたその和解っていうものの性質についても考えるきっかけになるかなということで、私からは大体そんな話でさせていただきました。ありがとうございます。大変バランスよく文化、そして歴史、そして今の、私たちがある状況、エコロジカルな環境も含めてのするテクノロジーですね。それをだからさっきおっしゃった日本の森林が70%、これは私も今森の芸術祭というのをやっておりまして、真庭市に本当に、素晴らしい風の葉という大きな木造建築作ってくださってて、皆さんの本当に観光スポットになってるんですけれども、やっぱり今のお話を拝見すると、森を背景に
の風の葉の隈さんの大きな建築を見ることによってそれが皆さんが集まれる場所になってるんですね。そういう本当に循環をよりリアルに感じることができました。では次近藤さんよろしくお願いいたします。はい、この会館もご存知の方多いと思うんですけれども、設立は1952年で戦後7年経って設立されました。ただその原点は実は1929年が原点でございまして、この年に京都において太平洋問題調査会という国際会議が開催されて、で後に52年に会館を発足するのは松本重治、今この樺山松本ルームというのを言いますけれども、この松本重治とジョン・ディ・ロックフェラー3世というのは2人の共同創設のメンバーなんですけれども、この2人はその1929年に京都で出会っています。でこの会議の目的はのテーマというのは満州をめぐる問題で、その日米開戦しないようにというのがテーマでありまして、当時ジョン・ディ・ロックフェラー3世はプリンストン大学出たばっかりで非常に若い参加者で、松本重治もイェール大学に当時行っていたんですけれども、その後参加している非常に皆さん若くて前向きで、このアジアの平和あるいは秩序というのをどうするのかということで集まっていたんですね。ただご承知の通りその後1931年に満州事変があって、37年に日中戦争で41年には太平洋戦争ということで、その2人が再開するのは1951年に戦後焼け野原の東京でもう一回再開すると。でその問題意識としてはどうやったらばその1929年のある意味でその失敗というか挫折感というものを繰り返さないようにできるかということでその構想してできたのがこの国際文化会館という場所で、結果的には今70年以上にわたるその日本の日米との関係の改善、またこの地域全体の平和と繁栄というものが達成されていることに微力ながらその会館としても貢献したというのが我々の一番の誇りなわけですけれども、その時に建築というのが非常に重要な役割を果たしています。で今我々なかなかこの日米関係がいい中で戦後まだ5年6年しか経ってない時のその緊張感というのは思い返しにくいんですけれども、私もこのアーカイブなどで当時の資料を見てみると、まず日米が和解すること自身も非常に関係者の方々も戦争で親族などを亡くされた方も非常に多かったわけですし、そういった中でいきなりその平和とかあるいは同盟とか何らかの地域の連携ということを議論してもそんなことをなかなか議論できる空気でなかったのが実態だと思います。今例えば我々想像してみますとウクライナとロシアあるいはイスラエルとガザという紛争戦争が今起きているわけですけれども、その紛争戦争が仮に終わってまだ数年しか経ってない時にもう一回その両国で一緒にこの地域の平和を手を合わせて作っていこうというような会議を持とうとしても非常に難しいということは今の時代で他の国だと容易に想像つきますが、もっと長くもっと広範な対戦を行ってた後なのでこれ非常に難しかった。でその時の答えを会館としてはこの空間に求めた。でまず最初にこの小川治兵衛七瀬の庭がありましたので、ここを中心にその建物を作る。ただその建物というのもその建物自身以前に例えばそこには一緒にその日米の人がまず
夜暖炉なんかを囲んで、ちょっとお酒を飲める場所とか、会議だけで帰ってしまうと難しいんで、一泊、みんなでここで宿泊施設も作って、泊まった後に、その後朝食を例えば、一緒に、食べてる中でちょっとずつそのお互いのことも話せるようにしようとか、ちょっとブレイクがあったら外に出て、自然というものに力を借りながら庭を散歩しながら、あるいはこういう皆さんから見てるような景色を見てる中で話する中でちょっとした、心のつながりっていうのが生まれないかというようなことで、建物にある意味で存在しない答えを求めたという意味において、建築というものの力をものすごく信じてスタートした、普通に考えると無理なことをその建築を通じてその中での人のこう営みというものを想像しながらそこをこう広げていくっていうことを重視して、またその国際文化会館っていう文化っていうところに非常に比重を置いたのは、やはりこう戦争をやってる中で人間性っていうものをお互い見失っていた部分があるので、やはりその文化の相互理解っていうものを非常に中心に置いて、で熊さんもお話しされたようにジョン・ディ・ロックフェラー3世っていうロックフェラー家っていうのはニューヨークにおいてモマですとかジャパン・ソサエティとかいろいろなその関係機関があって、我々も今でも兄弟組織なんですけれども、そういったこともあってその我々の建築家の一人である吉村さんがまずジャパン・ソサエティの本部の建物っていうものを吉村さんが建てられて、でかつそのモマにおける小風荘の建築を通じたその日本へのアプリシエーションというものをアメリカで高めていこうということをやったという意味で、この建築っていうのが常に大きなテーマで動いていました。で実際その文化交流をする中でも我々が非常に当初から建築もこの大きな柱で、グローピアス今バウハウスの創始者であり、その後ハーバードデザインスクールのカリキュラムを作っていく有名な建築家がいらっしゃいますけれども、グローピアスさんが長く日本に滞在されたのもこの国際文化会館で、これは本当に長期の滞在をして、その中で日本の建築のところをいろいろ回られて、でその時にまだ若手だった丹下さんとか牧さんとかそういった方々がそこの招聘の事務局長あるいは事務局員みたいなことをやりながら活動して、多くの方がまたハーバードデザインスクールにその後留学される、そういったパスというものもできて、今日における多分日本で最大の国際的な分野っていうのは建築なんだと思うんですけれども、そういったもう50年代からそういった交流が行われて、いろいろな人も育っていって、かつ日本の建築というものが世界においてどういうような問題提起ができるかということについて、先ほど熊さんがお話しされたようなさまざまな対話、あるいはその普遍的な新たな建築の形というのを日本が早めにこう問題提起する機会というのが生まれたということがあります。そういった意味で我々次の時代に向けてこのアジア太平洋にも向けて、日米というのが中核にありながら、次の時代アジアというのを考えたときに、もう一回この空間をどういうふうに規定していくかというのを今我々も再開発の地域の中にいるので、この本館と庭園というのを守りながら、次の建築の展開というのをまた建築に大きな期待を託してやっていきたいなというふうに思っている次第です。でもう一点だけ我々、そういう意味ではこの会館で地政学、また今地経学という、経済自身がその地政学のツールになっている側面があるので、その大きな研究所なんかを今作って活動しているんですけども、同時に今テクノロジーの話があったので、テクノロジーというのも今非常に着目をしてユニットとして見ております。で、私自身もそのテクノロジー非常に興味を持って活動していて、特に AI の領域今動きが非常に早くなっているわけですけれども、もう一個またこの建築との関係で述べますと、AI もともとは文字からスタートして、ご承知のように今音声と画像の解析に進んでいると。ただこれは全て情報レイヤーなので、次にやっぱりその物
ものとどうつながっていくかと。だから講義で言うとロボット、ですけれども、ロボットとしての建物っていうのは昔から、あるいはもうロボットとしての都市っていうのは、昔から、大きな、日本の、SF などにおいても、大きなテーマとして、取り上げられていて、でやはり我々がその先ほど申し上げたような、吉村順三なんかが構想した、心地よい朝食の場、あるいは、その暖炉を囲むと、火を見ながらなぜみんなが物語を、語るような気持ちになるのかとかっていうようなことは我々文化的な知識として継承してるんですけれども、実はそういったものの体系的にデータで再現したり構想したり展開していくものっていうのはまだまだ本当の意味で発揮されていない。ただ人を長く社会集団として観察したり環境というものをもっともっと見ていくとそういった環境の作り方っていうものがに関するフィードバックループっていうのがもっともっと働いてくる時代が来るんだと思うんですね。ですから今は例えば博士論文に匹敵する論文を書いてくださいというタスクしか出せないんですけれども将来的には例えば非常に心地よいあるタイプの要件を満たした空間を設計してくださいっていうのは今でも多分そろそろできるようになると思うんですけれどもそういった建物というものがもうちょっとダイナミックに運営するあるいは都市の動き方というのをもうちょっと設計するというようなことが非常に広く展開していく時代になっていくのかなというふうに想像しています。ですから以前は我々一人一台のパソコンっていうのがビル・ゲイツさんがマイクロソフト始めた時のビジョンであってで先日Google のそういう先端研究やってる人と話した時に、彼らは今一人一台のロボット、だから一人一台のドラえもんみたいな、ものが、ドラえもんみたいに生まれた時にもしもドラえもんが一人一台与えられてもずっと自分の記憶も全て知っている自分を応援してくれるドラえもんがいろんなことをやれるっていうのが、もう一つの、世界中の人がドラえもんを持ってると、ドラえもんがすごく力あるので、あんまり勇気がなくて少し怠け者ののび太もドラえもんに応援してもらうと、もっといい子になるっていうそういうものが世界中の、人ができるようになるんですけどもうちょっと広げると車も建物も、輸送システムも都市も、全て接合した、一種のロボットと人間っていうのが、ある意味でその自然とも共存しながら、どうやってもっといい社会を作っていけるのか、というものがこの AI によって、拡張していく世界が出てくると思うので、そうするとその建物っていうのが実は我々の情報を一番持ってるんですよね。我々のプライベートな時間も含めて我々常に建物の中に大体はいる、もっと言うと自然というのも庭園というのもセンサーを入れれば一種の建物だっていうふうに考えれば、空間情報というものがもっと取れるようになると、人間というのがどういうふうに人と個人として心地いいだけじゃなくてある社会のこういう対話こういったようなものもどうすると本当にもっと良くなるのかっていうことを広く展開できるようになってくるので、これも会館としてもまたどういう世界があるのかっていうのも研究していきたいですし、今日の熊さんからのインスピレーションもたくさんございましたのでまたいろいろな活動に反映していきたいなと思っております。近藤理事長どうもありがとうございました。今お話を聞いてまして、でさっきのアンドロイドロボットとそれからそのマテリアルとそれからデジタルの関係、これはすでにこのクロストークで本当に池上先生東大のでアンドロイドに来てもらって定談になったんです。初めての定談です。アンドロイドが一人話者になるというでそれをやらせていただいたりとかで前回筧さんとそれから池田さんという工芸の本当に究極の仕事、そして今物質とデジタルの間のものをつないでいらっしゃる研究者でそれを一緒に話していただいた時にやっぱり今見えるものでデータがどうやって形になっていくのものになっていくのかということを非常に研究されている、そういうことと全てつながっていたような感じがして今日のまたクロストークで新しい進展建築空間ということになっていったので非常に興味深く拝見のお話を伺いました。で先ほど非常に面白かったのがその
例えばある意味でその建築が、人が集まれる場所を作っていく、その熊さんがさっき見せていただいた本当にバッファゾーンですね、そこに人が集まれる空間ができてきてしまう。で、そういうあるいはそういうルーバー、木の間のルーバーによって風がっていうところで、それもデータと密接に物質がつながっている、それが空間づくりにつながっていく部分もあると思います。であと、昨日もちょっとゲストでいらしていたエマニュエル・コーチャ先生、フランス哲学者なんですけれども、この方が最近家の哲学という本を書かれたんですね。で彼は都市についての本はいっぱいあるけれども、家についての本はあんまりないっていうふうにおっしゃって、それがさっき近藤理事長がおっしゃったこととそのままつながっていて、なんか建物が一番私たちの生活とか、そういうある意味で記憶とか習慣を知っていると、それも非常に面白い指摘で、それがデータ化されて共有されていくことによって、その新しい建築空間とデータの関係が生まれてくるんじゃないかということも非常に興味深く拝見しました。それぞれに今近藤理事長とそれから熊さん、それぞれにちょっとお二人で今お話を聞かれたところで、さらに何かお互いにご質問とかフィードバックをちょっとしていただけたらと思います。やっぱり情報っていうのを要するに建築は情報だっていうふうに考えてこなかったわけですよね。やっぱり建築っていうのはなんか建築と情報っていうのは対立するみたいな感じで捉えられることがずっと長くて、で建築っていうのはリアルの極致で、なんか土木っていうすごくなんかおじさん臭いものでそれに対して情報っていうもっと柔らかいものがあるっていう考え方だけど、近藤さんの話で面白かったのは、建築が一番情報が持ってる我々に関する情報っていうのは実は建築の中に全部あって、我々がどういうものが好きでどういうものを気持ちいいと感じてっていうふうなそのことを建築空間と我々は実はすごく長い時間やり取りしながら自分にとって一番気持ちいいものを作ってきているわけだから、そういう意味では建築物は情報が一番なんかビビッドに流れ続けてる場所だっていうふうに考えていくと、これはなんかその建築と情報の和解っていうものが今日のテーマ一つ和解なんですけど、和解っていうものがなんか新しい領域を開いていくかなって気がするんですね。でその時にその和解の道具としてそのドラえもんみたいなものが、アンドロイドみたいなものがその手助けをしてくれるっていう未来っていうのはとっても面白いなっていうふうに思って、だから AI っていうのも AI って捉えるとすごくなんかある種冷たいものに感じるけど、それがドラえもんで捉えるとですね、それはなんかすごく我々にとって馴染みのいいものになってくるので、そういうふうなことってなんかAI に対してもある種の和解っていうものがそこで成立するかなっていう気が話を伺ってしました。今の熊さんのお話で2つ非常に感じた、またこれが一つテーマかなというふうに思うのは、建物を作った後にどう営まれるかというのはなかなか建築家も知りにくいところがあって、で例えば我々みたいにもう70年もこれを維持していると、実は記憶研究っていうのを我々数年前にお願いして、でそうするとですね、もともと人が集まると思ったところと違うところが実は皆さん非常に記憶に残っていたり、この景色もですね、想定してたアングルと違うアングルがとても重要なんだというようなことがある意味で時間の経緯とともに経験も踏まえて、かつ場合によってはそこで何か意味があるものが起きたんだ、それが定着化しながら進展していくっていうことがある。だからそれは住人は知ってるんですけれども、必ずしもそれが知として体系化されなくて、で実はこの松本茂治さんっていうのは私非常に今から考えるとそういうことを考えてたと思うんですけれども、ご自身のことをインキーパーって、会館の自分はインキーパーなんだと、だからここはそういう意味で宿ですよね、宿の親父みたいな言い方ですけれども、ずっと住んでいて、いつも歩いてるから、いろんなことに気が配られるわけですよね。だから人のお宅にお招きいただいた時も、さあどうぞってこういうふうにどなたかいい方がご案内いただいて、心地いい時に飲み物が出たり、座りやすいところにソファー座れたりするとすごく居心地がいいし、ポンとほっとかれると、あんまり居心地も良くないという意味において、そういう経験値がどんどん溜まっ
っていたんですけれども、まさにそういうプライベートなハウスというよりもホームのようなものというのがどういう文法で成り立っているのかというのを我々一時期だから失ってしまって、今それをもう一回記憶の研究も含めてあるいはそういうものを体系化していこうとしてるんですけれども、ただもちろん人っていうのは70年100年何百年ということになっていくとそういうものを忘れていくので、それをきちっとデータとして持つ。でそれを多分建築家の方ともっとフィードバックをしてこういうふうに使われているんでどうしましょうかっていうことを定期的にレビューするような関係っていうのが、それをやれる基盤っていうのが多分ある。でそこで2つ目のことでドラえもんっていうのが今話題になってたんですけど、実はロボット感っていうのがすごく世界において違うので、建築におけるその日本の問題提起っていうものと同じくらいそのロボットにおける日本の問題提起っていうのはきっとあって、でやはりその西洋におけるロボット、欧米におけるロボットっていうのはどちらかというと人間を場合によっては支配してしまう強力な破壊力を持ったものとして常にサイエンスフィクションでも出ていて、ですからロボットっていうのは仕事を取るんじゃないかとか、いつか自分を支配するんじゃないか、というような恐怖感が常にロボットの話題で政策的にも出てくるんですね。で日本人はロボット大好きで、ですから世界でサーベイするとロボットが上司になることどうですかっていうと、もうみんな欧米ですと大体これものすごいネガティブで、ロボットがボスになっちゃったら最悪だと、人間の尊厳が崩れるってなるんですけど、日本はもしかするとボスが悪いのかもしれないですけど、そっちの方がいいんじゃないかっていうロボットの方がずっと公平で、もうちょっと気を配ってずっと話も聞いてくれるから、ドラえもんみたいなのきっと想像してるんだと思うんですね。のび太がドラえもんがいるとずっと、いろいろコーチングもしてくれるし優しいと。で人間はあんまりパッとしないっていう感じもあるので、だからロボット感っていうのはとても重要で、今のその家が一番情報がある、あるいは空間が一番情報があるのになぜそれが集めにくいかというのは、世界的に言うとやっぱりプライバシーの問題がとても大きくて、誰がこの情報をじゃあ自分の居心地の良さっていうのを、場合によっては非常に家族の親密な時間とかも含めて会話とかも含めて取っていくっていうのは、そこに対する不安感は我々本来はすごく強いんですよね、一般論で言えば。ただ、そのロボットと人間の関係っていうのは、のび太っていうのは多分ドラえもんが自分のことを考えてくれてるって疑ってないんだと思うんですね。疑わないようなプロトコルが前提になって物語ができてて、ドラえもんがなんか誰かの指示で自分に非常に危害があることをするっていう前提がなく運営されている。だからそれ制度的な基盤もあるけれども、例えばその情報をどういうふうに管理するかっていう基盤も必要になってくるし、場合によってはその記憶を消すこと、自分が亡くなったら誰がこの自分の生活情報っていうのを全部持ち得るのかというようなことも含めて設計をしていくと、多分本当に心地よいものっていうのを、空間情報っていうのをもっと集められる機会もできるし、そうすると建築家の方っていうのはもしかするとその建てるある構想して建てるまでのお仕事というのの先にそれを常にオプティマイズしていくような業務っていうのもものすごくプロフェッショナルとして広がっていくと思いますし、そこの中で一番難しいのは多分マテリア、自然環境を入れていく。自然との環境っていうのは必ずしも固定化していないので、木とかこういう緑みたいなものがどんどん変わっていく中で人がどう感じるのかっていうことも入れられるようになると、また新たな展開もあるのかなというふうに思うので、データの人だとこれをかなりデータのガバナンスとかルールとかロボットの制御とかプライバシーってこういうふうな硬いテーマになるんですけれども、それを生活に落とすと多分建築のそういった居心地だとか、心地よさとか、あるいは環境との共存みたいなことになっていくので、そういう対話の方法自身が多分人々をもっと安心させるし具体化させるし、大切なんじゃないかなと今思いました。やはり今近藤理事長がおっしゃったことで、アジアとの関わりにおいてその日本のロボット感、これはアジアの他の国でも同じだと思うんですが、アニミズムということがありますね。つまりやっぱり人間と自然が分断されてない、人間と物が分断されてなくて等しくアニマがあるというところ、それは本当にアジアの方たち共通で持っている一つの哲学というか自然観だと思います。だからそういうものも含めて他に対する信頼感というか、共に一緒に地球の上にあるものとしての信頼感みたいなものがあって、そういうことがなんかうまく
そのドラえもん機能として先ほどのデータを、ある意味で変なコンフリクトなく、出席していける媒介にもなるのかなとちょっと思いました。はい、そういう新しい建築のもしそういうことを前提にして熊さんが建築考えられるとしたらどんな建築がありますでしょうか。ロボットをね、でもパッと入れてきてもね、普通の私こうアニメの中ではドラえもんと仲良くなんだけど、僕らの経験だと高輪のゲートウェイって駅設計した時にね、で JR さんはいっぱいロボットを置きたいっていうわけで、それでいろんな会社に提案させたロボットをねこう置いてあるんですね。例えば情報ロボットとかで情報で山手線次で駅こう行ったら何分で時刻表は何ていうか、その情報ロボットとか、それからお茶運んでくれるロボットとかね、実は何匹かいるんですけどね、でもねあんまり人気がないんだだからね、なんかね、だからそのロボットの設計の問題なのか、やっぱしああいう大空間パブリックなスペースとロボットっていうのの相性についてまだ研究してないのか、なんかそこの馴染みがねまだまだこれから課題が多いな。ただロボットを入れてくればいいもんではないっていうのがあって、それで無人コンビニとかいうのも入れたわけですよね。そこで無人コンビニっていうのもやっぱり意外に手間がかかって、無人に住んで会計数に手間がかかったりなんかして、なんか割とそんなに人気がなかったりとかねあってね、その辺のところの馴染みがまだまだ足りないかな。だからロボットよりは僕は猫ちゃんの方が可愛いと思うしでドラえもんは猫だったしから、そういうのがあって、なんかそういうペットのみたいなのも含めて、さっきのアニミズムじゃないけど、もうちょっと機械と人間と動物も含めて、なんかこう一つのプラットフォームができて、そういうところの交流ができるような建築空間とかなんかあったらいいなっていうふうに思いますけどね。熊さんがおっしゃったことに対して、なんか AI とかテクノロジーのあり方が今どういう可能性がおありだと思いますか。その通りだと思うんですよね。だからまだ本当に始まったばかりで、非常に不完全なものだと思うので、ただ同時に非常に早く展開している分野でもあると思うんですね。ですから、多分そのチャット GPT がほんの数年前に出て、ちょっと面白いけどあんまり大したことできないなっていう感触が、ほんの3ヶ月ごとぐらいにかなりいろんなことができるようになっている。だからそういう意味で言うと、やっと今そういう意味で言うと博士論文みたいなのが書けるようになった。ただ2年で博士論文書けるようになってるんで、これ子供だとすると、なんかちょっと気の利いた返事してると思ってたのが、大学院生くらいに今、なっていて、でやっぱりドラえもんって大変な能力あるので、ドラえもんになるには多分だいぶ時間がかかる。でもその時に、多分今熊さんがおっしゃったことの中でも非常に重要なのは、ドラえもんっていうのはのび太のことよく知ってるんですよね。のび太という人のロボット的に言うとすごく情報をよく知っている。だからドラえもんっていうのはどういうふうに話せば、どういうふうなのび太の悪い癖があったりいいところがあるかっていうことを非常によく知ってて、のび太のためにいろんなことができるっていう。でこれ今の我々のロボットできないですね。ですから僕は違うんだよというのを非常に機械的な、単純なやり取りしかできない。あと信頼と愛着もないですよね。だから今猫っていう話もありましたけれども、非常にまだインターフェースも、ちょっと気味が悪いものの方がむしろ多いんだと思うので、ただこういったものも僕自身はどんどん進歩していく。でその時に実は一つこれ日本のあるいはアジアっていうことでおっしゃってた中で非常に重要なのは、今ロボット作っているあるいは AI 作ってる人ってほとんど10代20代の男性が多いんです。理工学部のね。でそうすると若い男性って人間に勝つこととか競争とかなんかね、そういうかっこよさの美意識も非常に限られてるんですよね。ですから、そういう人が作っているものというのが必ずしもジェンダーだとか、あるいはそういう高齢の方から見てどうなのかっていうと非常に違ってくる。で、もっと言うと多分ロボットが解決する最大の問題の一つって孤独とかになってくると思います。だからもちろん非常にお金持ちで資源がある人はいつでも喋りたい人
話聞いてくれる人っていうのはいるんだと思うんですけれども、一般的に考えれば、社会に広がりを考えれば、常に自分のためにいくらでも時間を使ってくれて、何かヘルプしてくれるものっていうのは、そういう人が周りにいっぱいいない人からすると、そういうところからそのロボットっていうのが、今までは情報しか手に入らなかったものが、もっともっとサポートも含めてできるようになって、そうするといろいろこう広がってくるんですけれども、そういったことっていうのは多分その社会全体に対する見方っていうのがバランスよくないと、誰に向けてどういうものを作っていくかっていうものが、今は人間と競争して勝つことに非常に興味がある若い男性が主に作っているので、日本はそういう意味で言うと高齢化社会でもあるし、非常に地方都会もあるし、ある意味で言うといろんな社会階層もある社会なんで、そこはいろいろこう幅広く見る。だからジャイアンがドラえもんを手に入れてみんなをさらにいじめてたわけじゃないんですよね。だからのび太というジャイアンほど力もないし、出来すぎ君ほど勉強もできないし、スネ夫ほどお金もないのび太がドラえもんをもらっていろいろできるようになったっていうのが物語の多分とってもいいところで、我々間違えちゃうとなんか富とか権力とか権威があるところにもっと力をロボット作って使ってやっていこうという、これは多分当然そういうことは起きていくので、その問題提起としてはそれじゃないもの、あるいはそういう大きい工業的なものじゃなくて、こう生活空間の中でどうやって力を発揮できるのかっていうようなことがもっともっと発信できると、今のそういったロボットなんかに対する社会的な危機感と違う展開ができるので、そんなこともやっていければなと思ってます。ありがとうございます。最先端の本当に啓発的なご意見をいただけたと思います。で、本当に一番やっぱりプライマリーに最初にお二人がおっしゃったことで、やっぱりその建築と地政学、この建築空間が世界平和ということのビジョンをやっぱり共有して育む場所になるという一つの出発点があった。ここでこういう話が聞けたことが素晴らしかったと思いますが、それについて今アメリカで、開票の本当に瞬間という、非常に緊張感のある時でもあります。でお二人にその建築と、その世界平和あるいは地政学の問題についてちょっと一言ずつ最後にいただいて終了といたしたいと思います。ですね、その最初にそのロックフェラーがやっぱり建築が鍵になるっていうのを発見するわけですよね。でそれはそのロックフェラーにそのドレクスラーってモマの館長をずっと長くやったモマを作ったみたいな人がいて、彼がもともと建築勉強してるんですよね。で建築勉強してて日本の従軍経験があって、日本の建築すごいぞってことをロックフェラーに言うんですね。でやっぱり日本の建築って建築空間全てがそういう特性を持っているかっていうとそうでもなくて、日本の伝統建築が育んできた、今日の話でいうとやっぱりプラットフォームとして、その情報のプラットフォームとしての凄さみたいなのをドレクスラーは日本の経験で言って、それをロックフェラーに助言して、ロックフェラーはそれで日本の建築これで日米和解できそうだぞってこうひらめくんですけど、そのあたりがね、僕はやっぱり日本のこう伝統建築、それはやっぱりこうアジア全体にこう培ってきた、その空間の作り方とか自然との関係なんだけど、それの凄さをねもう一回見直してみたらいいかなっていうふうな気がしますね。今いただいた質問は我々まさにプログラムとしてどうしていこうかなということそのものなんですけれども、先ほど申し上げたように多分今日本で最も世界的に活躍している方が多い分野っていうのは建築なんだと思うんですね。もう建築以上に世界的なプレゼンスがある分野はなくて、で、今多分構造的にしばらく続く大きいテーマはやっぱり平和なんだと思うんです。もちろん環境っていうのも大きい問題ですけど、環境問題が深刻化する中で、あるいはその前に戦争で世の中破壊されていくっていう可能性があるので、平和と建築っていうのが何があるのかっていうのは非常に大きいテーマだと思ってまして、開館は明らかにその戦争が起きた後の和解に関してはいろいろな経験値があるので、これをもちろんそういうところではやっていきたい。ただ開館も実は過去にチャレンジしてなかったものの、今実は一番重要だと思っているのは、一番最初にお話した1929年1952年には開館ができたんですよね。ただ1929年には、そういった建築の力なども十分に使わずに会議体としても不毛に
終わってしまう。で、今世の中の問題っていうのは1929年のような世の中だっていうことだと思うんですね。ですから今アメリカの選挙もありますけども、ヨーロッパと中東はもう今すでに戦争になっていて、そのアジアにおけるといった時に今特に台湾の情勢、あるいは幅広い意味でのこのアジアのサプライチェーン全体というものが非常に今危険な状況にあるんですけれども、人間なかなかこう戦争しないと学ばないので、シンクタンクなんかもほとんど全部、国際機関も全部戦争の後にできていて、戦争の前に、本当にいい仕事っていうのをできるのかっていうのが、今我々が置かれているところなので、ぜひ熊さんなんかに持ち寄りいただいて、例えば今台湾を取り囲む国際情勢、いろんな取り組みありますけれども、建築デザインという例えば文法でどういった人のどういう出会い、あるいはどういった問題提起の仕方、発信の仕方っていうのがあり得るのかっていうようなことを多分やらないと、もう一回29年の失敗で52年にあったようなことが世界中でこう繰り返されていくので、それは我々まだ新たなチャレンジになるんですけれども、やっていきたいチャレンジだと思います。ありがとうございました。お二人に本当に拍手をお願いいたします。素晴らしいトークだったと思います。ありがとうございました。